皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国における裁判の動きで一つ注目するポイントがあります。それは、韓国においては、自称徴用工らの人たちが日本企業に対する賠償請求を行っているのですが、今回、ソウル中央地裁がこの訴えを棄却したというニュースが出ています。ここ最近ではそのような動きが続いているので、なぜそのようなことになっているのか、そのあたりについて解説を行っていきましょう。それでは韓国における裁判において、自称徴用工らの人たちの裁判が棄却されましたよという内容と、韓国側の反応なども見ていきましょう。2018年最高裁判決後の提訴は無効。徴用工訴訟で韓国地裁。日本の朝鮮半島統治期に徴用工として動員されたと主張する韓国人の遺族が、日本企業の三菱マテリアルに損害賠償を求めた訴訟の判決で、ソウル中央地裁は11日、原告側の請求を棄却した。判決は日本企業に賠償を命じた2018年10月の韓国最高裁の確定判決以前に提訴の期限を迎えていたと指摘。確定判決後に相次いだ追加提訴は事実上無効とする判断を示した形だ。11日の判決は元徴用工らの個人請求権が消滅していないとした韓国最高裁の初判断、2012年から3年が経過した2015年に民事訴訟上の時効が成立したと結論付けた。原告側は日本円で約950万円の支払いを求め、2017年に提訴していた。いわゆる徴用工訴訟をめぐっては、これまで追加提訴の期限を確定判決後、最長3年間などとする判断などが下級審で示されてきた。今後、時効の成立時期が最高裁での争点に浮上しそうだ。同地裁では今年6月にも別の裁判官が最高裁判例を否定し、日本企業16社に対する原告側の賠償請求を却下する異例の判決を言い渡した。控訴審で審理が続いている。今回の裁判結果について韓国側ではどのような反応が出ているか見ていきましょう。韓国の元徴用工訴訟でまたも日本企業が勝利。メディアは日本の裁判所かと怒り、ネットには賛否の声。今回の判決に韓国のネットユーザーからは、親日派の裁判官をすぐに追放するべき。韓国は真の独立を成し遂げたのか疑問だ。これでは最高裁の地位を貶めることになるなど不満の声が寄せられている。一方で、当然だよ。最高裁は政治を意識して判決を出したから。最高裁は国際法を無視した。結局はこうなるのに、最高裁が余計なことをして日韓関係を台無しにしたなど、今回が正しいと主張する声も見られた。というわけで今回ご紹介した記事により、日本企業を訴えていたその訴えそのものが棄却されたというニュースでした。この動きそのものについてはここ最近では立て続けに似たような判決が出ています。訴えがあったけれど、そのような訴えは認められませんよということが続いているのです。なぜそのようなことが起こっているかといえば、基本的には韓国における司法判断というのは非常にその時の政権の影響か、もしくは国民感情の高まりといったものを強く反映する形となります。現在どのような政治状況かといえば、ムン・ジェイン政権は残り任期わずかで、政権による圧力というものがだんだんと効かないような状況になってきています。ですから、司法判断に政治的な影響力が弱まっている時期です。ですから、司法判断を純粋に考えていけば、日本企業を訴えることは通常の司法判断としては棄却もしくは退けるような形というものがむしろ普通になるわけです。では韓国の最高裁判所が日本企業を訴えることができるという司法判断を下したのはどのような時期だったかといえば、当然のように政権の影響力が強く出ていた時代の話だと言えます。今と違ってまだまだ任期がたくさんありますよという時は、それこそムン・ジェイン政権による圧力というものが非常に強い時期でした。その時のムン・ジェイン政権といえば、それこそ過去どのような政権が日本とどのような取り組みを決めていようとも、そんな約束事など私には関係ないという姿勢を取り続けてきました。ですからそのような政治的な圧力、政治的な雰囲気というものを感じ取る形で、日本企業に対する個人請求権というのはまだまだ有効だというような司法判断を下したのです。これは明らかに法律に基づいたものというよりは、むしろその時の政治状況に基づいた感覚的な司法判断だと言えます。
ないしろ国家間における約束事をはるかに超える形で国内法を元にした請求権の方が上に来るという最高裁の判決というものを明らかに法律判断としてはおかしいわけです。そのようなもともとおかしな最高裁判決に基づいて現在のところは少しずつやっぱりダメだよねというちょっと当たり前のような話が韓国の裁判所でも動きとして起こっているわけです。ただしここで非常に注意しなければならないポイントとしては、今回の判決やもしくは直近の判決において日本企業を訴えることが棄却されていたりするわけですが、政権が変わればまた状況は変わると考えざるを得ません。ムン・ジェイン政権の任期がたっぷりあって政治的な影響力が強かった時代においては、彼ら政権の意向に基づく判決が下されたわけですから、次の政権に変わった時にさあこれから日本に対する謝罪要求、賠償請求を強めていきますよという動きは必ず出てくるわけですから、その時にはまたおかしな判決が連発するような状況というものが十分考えられるわけです。ですからここ最近では日本企業を訴える裁判において彼らが敗北を続けているとしても、それはあくまでも永遠に続くものではないという具合にして日本側も見なければなりません。だからこそ逆に言えば政治的な判断としてもう日本を責め立てるような状況ではないという具合に、韓国政府が思うような誘導というものを日本政府側から働きかけることというのが私は必要だと思っています。この話というのは以前から私が言っているのですが、韓国側を動かすにはまず第一に無礼なことをしたら無礼なことをしたとはっきりと非難し、それに伴う懲罰的な動きというものを日本側が取ることです。そのような行動を取ることによって韓国側も迂闊なことはできないと考えるようになれば、日韓関係というのは少なくともこれ以上悪化しようがないと思います。もちろん韓国側の反発は強まるでしょうが、そのような反発を強めて日本に何かすれば、それに対するカウンターアタックというものをどんどんと積み重ねれば良いのです。基本的に日韓関係というのはそのようにして悪いことをしたんだったら罰しましょうということを粛々と行うような形で、韓国側の動きというものをその都度修正するような制裁外交といったものを展開する方が、基本的には日韓関係の未来というのはむしろ今よりもはるかに良好になると私は考えています。なぜならばそのような制裁外交というものを積み重ねることによって、韓国国内で行われている例えば反日教育を公教育の中に組み入れているこのような悪しき習慣というものは、日本人や日本文明に対する人種差別主義者を大量に生み出しているものです。このような動きをやめさせなければ、それこそ日韓関係というのは彼らの願うように100年だろうと1000年だろうと日本に対して謝罪と賠償を引き続き行ってしまう、そのような歪んだ民族性というものをどんどんと増長させてしまうからです。今回のニュースというのは日本企業に対する訴訟が退けられたという点では良いわけですが、その根本的な原因としてはまだまだ油断できない。政権が変わったらまたこの風向きも変わってしまうだろうという非常に危険性をはらんだものだと私は思っています。あなたは私の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。